1周目で終わっていた。ブルームーンベイスピードウェイインフィールドにグランドスタンドを埋め尽くす観客。並ぶのは日本を代表する FF スポーツ FTOGP バージョン R シビックタイプ R イージー SIR2 スイフトスポーツ、そして1台だけ鮮やかなイエローに輝くホンダシビックタイプ R EK998。 ステアリングを握るのは MFG 最速と呼ばれた男、片桐かなたかっこか。誰もが思っていた。このレースは接戦になる。しかしその予想はスタートから数十秒で覆され、シグナルブラックアウト。 B16B V テックが鋭く方向する。9000rpm 近くまで一気に吹き上がるエンジン。ホイールスピンを最小限に抑えながら 861kg の軽量ボディが前へ飛び出す。最初のブレーキング、かなたかっこかりは誰よりも深く飛び込む。誰よりも滑らかに向きを変えた。インフィールドでは車体がほとんどロールしない。リアをわずかに高くした 105mm、110mm の車高。リアを少し高めにしたアンチロールバー。鋭いターンインの上、フロント 0.05 アウト。出口で車体を安定させる。リア 0.2 レーン。全てが一つの動きとしてつながっていた。コーナーを一つ抜けるたびにライバルは少しずつ離れていく。2周目、タイヤは完全に温まる。スポーツソフトタイヤは路面へ吸い付き、 EK9 はまるでレールの上を走るようにコーナーを駆け抜ける。もっといける。かなたかっこかりはアクセルを一瞬も緩めない。 LSD は10、22、15。立ち上がりで左右の前面に均等にトルクを伝え、ホイールスピンを合わせる。コーナー出口ではアクセルを早めに全開。 EK9 は一直線に加速していく。5速クロスミッションは V テックの美味しい回転域だけを使うよう緻密に組まれていた。2速3速4速シフトアップのたびに回転はパワーバンドへ戻る。加速が途切れない。タイムモニターが更新される。自己ベスト更新。トップなのに攻めている。かなたかっこかりまだペースを上げるつもりです。さらにブレーキングを奥へ。フロントキャンバー 2.5 度が外側タイヤをしっかり支える。リア100まで高めたダウンフォースが高速コーナーで車体を抑え込み、一切の不安を感じさせない。ラインは寸分の狂いもない。クリップへ吸い込まれ、立ち上がりでは縁石ギリギリまで使う。車高、サスペンション。車高はフロント 105mm、リア 110mm。 リアを 5m/m 高くすることでブレーキング時の荷重移動がスムーズになり、ターンインではフロントが自然に入りやすくなっています。アンチロールバーはフロント5、リア6。リアを少し固めにすることで切り返しのレスポンスを高めながらも FF らしい安定感はしっかり残しています。減衰力はフロント32、42、リア30、40。伸び側を強めに設定することで高速コーナーでもタイヤが路面をしっかり捉え続け、オーバルからインフィールドへ進入する場面でも車体が暴れません。固有振動数はフロント 2.25Hz、 リア 2.35Hz。 リアを少し高めにすることで向きが変わりやすく、アクセルオンでは安定するバランスを狙っています。最終ラップ、普通ならタイヤをいたわる。普通ならリスクを避ける。だがかなたかっこかりは違った。限界は昨日の自分が決めるものじゃない。ホームストレート。
B16B が最後の方向を上げる。 9000rpm シフトアップ、コーナーへ飛び込む。一切の無駄がない。ブレーキ、ターンイン、アクセルオン、すべてが一本の線でつながる。計測ライン、モニターに映し出された数字を見た瞬間、実況席は総立ちになった。1分24秒741。この日誰も届くことのないファステストラップ。勝負は確かに1周目で決まっていた。しかしカナタカッコカリは勝つために走っていたのではない。昨日の自分より速く走るために走っていた。チェッカーフラッグ、イエローの EK9 は誰にも背中を見せることなくゴールラインを駆け抜ける。2位との差 31.777 秒、圧勝だった。ピットへ戻ったカナタカッコカリは静かにエンジンを止める。ガレージに響くのは熱を帯びた B16B が冷えていく音だけ。スタッフが笑顔で迎える。完璧なレースだった。カナタカッコカリは黄色い EK9 のルーフにそっと手を置き静かに答えた。最後までご視聴ありがとうございました。坂野33